こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はマダムの AMG 番外編として女性オーナーによるポルシェトークをお届けしようと思います。いつかはポルシェ、これは男性だけのものではありません。今まで数々の輸入車を乗り継いできたオーナーが最後にはまってしまったポルシェ沼、それがどんなものなのか、どうぞご覧ください。お願いします。お願いします。いつもお出かけの時はこの車なんですか？はい、買い物も送り迎えもすべてこの車です。素晴らしいですね。もう買い物もこれで行っちゃう。そうなんです。素敵すぎる。スーパーカーに、まあスーパーにもスーパーカーで行けるよっていうよくスーパーカーでスーパーへみたいな。駐車場に止める時ちょっと気にしたりとかしてます？一応、少し離れた場所、ね、ドアパンチとかありますよね。そうですね。角とか一台の区切りのところとかで、この車前がトランクなので、ちょうどスーパーのカゴが入るんですね。あ、そうなんですね。前がトランクなんです。だからよく知らない人びっくりして、そうですよね。声かけられたこともあります。意外と深いんですね。深いです。スーツケースも入ります。機内用ぐらい。小さいイメージがあるんだけど、結構容量があるんだ。容量ありますね。ただ前を開けるから、やっぱりみんなぎょっとするっていうか、エンジンルーム開けて何やってんだろうみたいな。わかる気がします。それがお年寄りだったりしたらね、ボケちゃってるのって言われちゃうかもしれないけど。そうですね。フェイクな感じです。そうなんですか。素敵。もう1年間でどのぐらい走ります？1万2000キロぐらい。燃費聞いてもいいですか？燃費はね、今 12.1 なんですけど、高速だと14から15ぐらい。びっくりなんですけど、その14と15ってポルシェの数字なんですか、それ？そうね。だからそこら辺が楽しさの秘訣っていうか、まあ気にしなくて。特にね、今廃屋なんてもういくらするのっていう時代ですからね。で、今ノーマルなんですけど、スポーツモードにすると結構このこれ好き。こう音が変わるところが面白いです。今これスポエグがついてるので、なるほど、変わります。でも近所ではノーマルにして、そうですね、静かに発進。そうですね。いろいろ言われちゃいますね。うちはって。大きさがちょうど、ちょっとまあどうかな、横幅多分ジュリアとかぐらいと同じぐらいなので、例えば峠とか走る時も。そうですよね。今の車ってもうすごい横幅2メートル超えちゃってたりするじゃないですか。例えばジャガーとかにしても大きいかな。あれ
どうするのってもう思いますよね。ね、だからどっちかっていうと長さより横の幅の方が山に行った時とかに気を使うかなっていうことを思うので。駐車場もそうですよね、横幅の方が。そうですね、駐車場、なんか都内の人だとやっぱり駐車場を探す時に横幅が広いところがなかなか条件が合わなくって、だから割と苦労して探してみえるかなっていう。いや楽しい車ですね。楽しいですね。ポルシェを選んだ理由っていうのはどういった理由で？そうですね、カブリオレに乗りたくって、最初ジャガーの古いカブリオレを買おうと思ったんですけど、やっぱりなかなかメンテナンスっていうか、やっぱり故障率も高いので、ポルシェは保証が14年とか15年とか入れるので、年間の経費もその保証が例えば14万とか15万払っておけば、万が一大ごとになってもその保証内で取り替えてくれるので、そういう面ではフェラーリとかランボだと保証に入るのはもっともっとのお金がいるので、それも安心の秘密かなっていうことを思います。やっぱりそういう安心も大事ですよね。なんか高額ですものね。そうですね。なんかせっかく買ったけど、意外と修理工場に入ってる時間が長いなだと楽しめないので、よく聞きますよね、そういう話。そうですね。だからやっぱりそこの点ではいいかなっていうふうに思います。で、ちょうど退職したこともあって、なんかこう気分を変えたかった。で、これの前がアルファロメオの青色のジュリアに乗ってたんですけど、それもものすごく気に入ってたんですが、で実は私がポルシェはちょっとねって言ってたら、長男の親友が、ママ死ぬ時に後悔するから乗った方がいいよって言ってそのお友達が死ぬ直前に私やっぱりポルシェ乗っとけばよかったっていうことになるから買いなさいって長男のお友達が、誘ってくれました。買いに行こうって言って。もう素敵な皆さんに囲まれてらっしゃいますね。そうですね。なんかだから友達たちも家に来る時は、エリーゼとか、本当に車が本当に好きな人しか乗らない車とか乗ってます。なるほど。でそのお友達も最初にケーマンを買って、で一緒に乗せてくれて、で買った方がいいよって言って勧めてもらったら、その買った時と売った時の値段が一緒だったっていうのがもう本当に衝撃的で、なかなかないですよね。今まで BM とかボルボとかベンツとか乗ってもだいたいすごい値段が下がっちゃう。もう登録した段階でもうどんどん値落ちしますよね。なのでそこがやっぱり数と値段の関係、希少性とか、そういうところに違いがあるんだなっていうのを思いました。なんかもうお友達もね、いっぱいポルシェとかに乗ってらっしゃるって言って。そうですね。なんか、もし無理やりは進めてないんですけど、そういう選択もあるよっていうことを一応お伝えして、もし予算とかね、自分のライフスタイルに合うならおすすめだなっていうのを思います。で本当はこれが見つかる前は、BM の M2 とか、そういうのにしようかなと思ったんだけど、やっぱり妥協っていうか、自分の好みじゃないものを買う、どうせ欲しいのに、下の子がどうして諦めて買わないとか、そういうのちょっとねみたいな。結局それに乗っても後悔して長く乗らないですよね、そういう車ってね。そうですね。飽きちゃうかなって。
結構長く探されたんですか？1台目997を買った時は3年乗って売って、その後1年は我慢しました。やっぱりね、新車じゃないから、そうなんですよ。すぐにこれ欲しいって買える車じゃないですよね。そうなんかいろいろ前の人がどういうコンセプトでオーダーしてあるかっていうのが、でどうしても黒がよくって、で割と白に赤ホロとかが多くって、そうするとやっぱり目立つのが嫌なのでもう十分目立ってますけどそうなんですよ。目立つのが嫌だったので、前の車も黒に黒ホロで、次も同じにすればあんまり近所で目立たないかなって思って、また新しいのにしたっていう作戦が、でもそんなのはバレてますねよくなんか道の駅とか行くと、おじさんたちとかはぐるぐる回ってたりするから、よかったら座ってみますかとか。すごいそんなサービスまであるんですね。でも、前のターボの時は珍しかったから、なんか、言われました。一生の間に見ることはないと思ってた車に会えたって言って喜んでもらえたので、そうですよね。そうなんか乗りたいって言った人は割とお友達とかでも時間を合わせて乗せてあげたりしてます。ポルシェの輪ができるんですね。面白いね、そういう、なんていうのか、車を通していろんな経験とかつながりっていうのができるので、いいかなっていうことを思います。そうですよね。南に進みます。最近って結構インドアの人が多いじゃないですか。やっぱりこうね、天気のいい日は暑すぎるのはあれですけど、外に出てお日様に当たらないとダメですよね。なんか子供たちも分かれてて、その車に全然興味がない人たちと、たまたまうちの子たちは車が好きな子たちが多いので、みんなお友達に誘われてとかツーリングに行ったり、でもなんていうのかな、景色が変わるっていうのが脳をちょっとこう活性化するっていうか、やっぱりコロナになってみんな動かなくなっちゃった。でちょっと瞑想状態っていうか、考え事をすっきりさせたい時は、気分転換でパッてちょっと山の方走りに行ったりするんですけど、場所が変わるっていうことはすごい脳には大事かなっていうことを思います。そうですよね。あと同じものが好きな人同士が話してるっていうのもすごい楽しいですしね。そうなんですよ。だから車っていう道具を通していろんな業界の人と出会って、で、今回もこういうつながりっていうかご縁をいただいたんですけど、その車の仲間っていうのは上下関係がない。で、趣味が同じだから、若い人も年配の人も高収入の人もアルバイトの人も、その分け隔てなく、みんなが平場でお話ができるっていうのがとっても魅力的っていうか、いいですよね。もう本当に楽しいっていうことは大切ですよね。そう。何かを楽しむっていうことが。でもちろん海外旅行とか、その旅行に行くっていうのもすごいいいかなと思うんですけど、なんかこう継続的じゃないっていうか、で車ってなんかその一つの道具にしても、メンテナンスにしても、共通の話題があると広がっていくっていうか、そうですよね。で、そういう好き同士の仲間があると、ちょっとここがなんかおかしいんだけどっていうとアドバイスをもらえたり、なんか乗ってても安心感がありますね。あの人にここはあの人に聞けばいろいろ教えてくれるとかって言って、そういう仲間って大事ですよね。
でたまたまその誘ってくれてる人たちがすっごい古い車をメンテナンスしてる工場の関係の人なので、本当にレトロな車とかを大事にしてる。だからなんて日本の文化、いろいろね考え方の違いだけど、例えばヨーロッパとかだと古いものを受け継いでいく。で実はこのポルシェとかも世界に販売されてるものの8割以上が現役で動いている。ってことは事故とか反射にならない限りずっと受け継がれていくっていうのがいいなと思って、私の車も4代目、私で4人目なんですけど、きちんと整備されていれば本当に長く受け継がれていくっていうところが、いいなっていうのと、ポルシェってあんまり形を変えてない、スタイルを。でどっから見てもすぐ分かる形、ちょっとカエルっぽい形っていうのが、愛嬌もあっていいかなって思います。だからよくコンビニとかで止めてても小学生とかがぐるぐるなんか取り巻かれてあーすごい車とかってみんな、ちっちゃい子でもすぐ分かって喜んでくれる。みんなを幸せにする車ですね。なんか広報活動みたいな。でもやっぱり、大事に物を使うっていうのは日本人のいいとこだったはずなんですよね。そうですね。どっちかっていうとドイツと日本似てるので気質が。なんか、それがいつの間にか、直すより買っちゃった方が早い時代になってしまったのがちょっと残念ですね。電化製品みたいな感じになっちゃったところもあるし、サブスクとかそういう考えもいいと思う。それはみんなの心持ちっていうかね、そこのところが違う。どっちもいいけど、もし愛着が湧くならちょっと直してでも、長く乗った方が楽しいんじゃないかな。だからいいものは大事にしてもらいたいっていう、そういう気持ちは育てていきたいなって思いますよね。車に限らず、文化伝統なんかもやっぱりそういうところが大事かなって。だから割と京都とかも行くんですけど、京都神社仏閣の前のところでね一緒に写真撮ったりしても、すごい景色が融合性があるっていうか、古いものと形も合うっていうか、そういうところも嬉しいなっていうふうに思う。およそ400メートル先、斜め右方向です。はい、いかがでしたでしょうか。ポルシェ911、スーパーマーケットにスーパーカーで行くという日常使いにも驚きましたが、なんと保証延長が15年というのもすごいですね。ポルシェは夢を追う人のためのブランド。私もその言葉を改めて認識した一日でしたが、編集の都合上ポルシェの魅力を一部分しかお届けできなかったのが非常に残念です。いつかはポルシェの皆さん、ポルシェは決してその言葉を裏切りません。頑張ってオーナーを目指してくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。